こんにちは、みじゅりーです。今日はロリポップガーデンで編むかぎ針ケースの余った糸を使ってお花のメジャーカバーを作っていきます。かぎ針ケースすごいたくさんの方に編んでいただいて本当にありがとうございました。感想とかこんなの編みましたっていう写真とかも届いてすごく嬉しかったです。編んでくださった方あまり糸出ちゃったんじゃないかなと思います。それで何か編めないかなと思ってこんなのを編んでみました。余った糸も無駄にならずかぎ針ケースとセットで持ってるとすごく可愛いので、もうバーミに持って行ったりもできますし、便利なんじゃないかなと思います。ロリポップガーデンは 5g ぐらいあれば十分足ります。で、ホイップスニュー、こちらは 3g あれば足ります。で、この縁で使った七色彩色ネオンカラー。こちらの糸はもしポンポンを作るんでしたら必要だし、これをつけなくてもいい方は特に必要ないです。で、もう一種類だけ足していただきたい毛糸があって、このお花の真ん中部分、ここにちょっとだけ黄色とか、オレンジとかの糸を使いたいので、太さはロリポップガーデンと同じぐらいで大丈夫です。私はピッコロとか柔らかラムとかを使ったんですけど、コットン糸のコットンニート S とかエンジェルコットンとか4号針で編めるぐらいの太さの糸だと大丈夫です。本当にここだけちょっと使いたいのでご用意していただけたらと思います。かぎ針は4号と8号の針を使っていきます。あとはいつも通りぶ切りばさみととじ針、これマーカーですね。マーカーをご用意ください。でメジャーなんですけど、こちらダイソーさんで売ってるロータリーメジャーを使います。テリアさんでも同じサイズどうなんだろう、多分一緒ぐらいのやつが売ってると思うのでそんなに大きさ変わらないと思うんですが、一応ダイソーさんのものを今回は使ってます。あとはもしキーホルダーにしたい方はキーホルダー金具あると、ね、便利です。はい。では早速やっていきましょう。はい。ではお花のモチーフを編んでいきます。まずピッコロの糸で今回は編んでみます。色番56番のちょっと蛍光っぽい色の糸です。中長編みの円を12目編んでいきます。指に1回、2回。はい、お花の真ん中部分、この黄色い糸と4号針で本当は編んでいくんですけど、ちょっと動画じゃ見づらかったので、こっちの太い糸で説明していきます。はい、中長編み12目の円を作っていきます。指に2回糸を巻きつけて、こっち糸端です。こっち糸玉ね。で、この輪の中に針を入れます。はい。
入れたら、糸を輪の中に引っ張ってきて、糸をかけて、この針にかかってるループの中を引き抜く。これで糸が編み付けられました。こういう感じ。はい。ちょっとキュッとしっかり締めておいて、ここから鎖編みを2回編みます。2回。この鎖編み2目が中長編み1目の代わりになります。なので1個2個目の、鎖編みの輪の中にマーカーをつけておきますね。1目目の印つけておきます。次から中長編み編んでいきます。針に糸をかけて、この輪の中に針を入れて糸を引っ張ってきます。ぐいっと足を伸ばして糸をかけて、3本針に糸がかかっている状態で、この3本を一気に引き抜きます。はい、これが中長編み。中長編み1目が編めました。次も中長編みです。あと10個中長編みを編んでいきます。糸をかけて輪の中に針を入れて糸を引っ張ってきて、ぐいっと足を伸ばす。3本針に糸がかかっている状態で、もう一回糸をかけて3本一気に引き抜きます。はい、これを続けていきます。糸をかけて輪の中、3本一気に引き抜く。1、2、3、最初の鎖編み2目と合わせて4目中長編みが編めたことになります。なのであと8目中長編み編んでいきます。5目目、6目、7目、8目、9目、10目、11、12、はい、これで中長編みが12個編めたことになります。数えてみましょうか。一旦針を抜きますよ。このループのすぐ下、ここの部位を数えていくと数えやすいです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で、このマーカーをつけていたところで12目編めました。で、ここからこの輪を縮めていきます。その時にこの糸端をまず引っ張ってみる。引っ張る時はこのマーカーつけていたこの辺り、この根元あたりを右手で押さえて、で糸を引っ張ってみます。そーっと引っ張ります。ぐぐぐぐぐ。はい。この時にこのここに2本糸があるんですけど、このどっちの糸が動いたかを見ます。糸端を引っ張ってみて、内側か外側かどっちが動いたか見ますね。ぐぐぐぐぐ。引っ張って内側が動いてるの分かりますか？内側がどんどん縮こまっていってます。なのでこの縮こまった内側の方を持って
で、ここをもう一度押さえて、今度はこの内側の糸を引っ張ります。はい。思いっきり引っ張ります。すると、この外側の糸が縮こまって、ぎゅっと輪が縮まります。こんな感じ。で、内側の糸まだ出たまんまなので、今度はさっき引っ張って動いたこの糸端を引っ張る。引っ張ります。ちょっとマーカーが邪魔。引っ張ると、このもう一本の糸が縮まって、輪の中心がちゃんとこの中にきれいに収まりました。はい、ここは結構難しくて輪が縮められませんっていう方は結構いらっしゃるので、ここで覚えてもらえたらいいかなと思います。はい、で糸に針を戻して、この今パカーンとまだ割れた状態なので、これを円にしていきます。このマーカーをつけていた目、ここに針を入れていきます。鎖編み2つ編んだところの2個目の鎖編み2つ最初に編んだところの2個目の鎖編みの穴の中、ここですね。ここに針を入れて、で糸を引っ張ってきて引き抜き編みをして、これで一周つながりました。はい、こういう感じで円ができます。鎖編み1回編んで糸を切っておきます。かぎ針はこのままぐーっと引っ張ると糸がほどけなくて、こういう感じになります。はい、この段階でもうこの糸2つとも必要ないので、糸始末しといたらいいかなと思います。次編むときまた邪魔になるので、こういう感じで見えないように糸始末しておきましょう。こっちも裏側で始末して、こういう感じでお花の中心ができました。そしたら今度は花びらを編んでいきます。ホイップスニューを1本で編んでいきます。かぎ針は4号を使っていきます。中長編みの円の、どこからでもいいのですが、中長編みの頭に針を入れます。糸を引っ掛けて、糸をかけて輪の中をくぐって糸を編みつけます。ここから鎖編み3目で立ち上がって、これが長編みの1目、長編み1目の代わりになります。長編み4目のパプコン編みをしていきますよ。糸をかけて、今入れた同じ目に針を入れて糸を引っ張ってきて、ぐいっと足を伸ばします。この状態で糸をもう一回かけて2本だけ引き抜きます。
もう一度糸をかけて残った2本を引き抜く。これで長編みが1目編めました。もう一度長編みを編んでいきます。糸をかけて同じ目に針を入れて糸を引っ張ってきてぐいっと足を伸ばします。もう一回糸をかけて2本だけ引き抜く。もう一回糸をかけて2本引き抜く。はい。もう一回長編みを編みます。同じ目に長編み。2本。はい。これで長編みが4つ編めたことになります。最初の鎖編み3目を長編み1目の代わりと数えるので、1、2、3、4、4つ長編みを編みました。そしたら、最初の鎖編み3目の3目目に針を入れ直します。ここに、こうなっていた針を1回抜いて、3目目の鎖編みのループの中に針を入れ直して、でこの残しておいたループにもう一回針を戻して、これを引っ張ってちょっと輪を小さくしつつ糸を引っ掛けてくぐる。最初の長編みと4目目の長編みをこうギュッとくっつけたみたいな感じになります。これが花びら1枚編めたことになります。鎖編み2回編んで、次の目にも同じことをしていきます。糸をかけて隣の目に針を入れて足をぐいっと伸ばして糸をかけて2本引き抜く。もう一回糸をかけて2本引き抜く。これで長編み1目。あと3回長編みを編んでいきます。糸をかけて同じ目に針を入れて糸をかけて2本引き抜く。糸をかけて2本引き抜く。もう一回糸をかけて引き抜く。長編みを4回編んで、4回編めたら一旦かぎ針をループから外し、1個目の1つ目の長編みの頭、1、2、3、4、4つ戻って1つ目の長編みの頭、ここに針を入れて、でループに針を戻して、ループをちょっと大きくしすぎたのでちっちゃく戻しておいて引き抜く。ギュッと締める。はい、2枚目の花びらができました。そしたら鎖編みを2回編んで、また同じことを繰り返していきます。長編みを4回3、4、1目目に針を入れ直して4目目のループを戻して引き抜く。ギュッと締める。はい、鎖編み2回、4枚目の花びらも長編みを4回編んで、ギュッと花びらを
絞って鎖編みを2回、これを12回全部で繰り返して花びらを12枚作っていきます。はい、ぐるっと一周していきます。はい、1234567891011、11枚編んで、最後の目に12枚目の花びらを編んで、4、鎖編みを2回編んで、で、1枚目の花びらのこの頂点に針を入れて糸を引っ張ってきて引き抜き編みをして一周つなげます。こういう感じでお花が編めたでしょうか。はい、そしたら鎖編み1回編んで糸を切ります。10センチぐらい残して、はい、こんな感じでお花モチーフが編めました。はい、お花が編めて糸始末もし終わりました。そしたら次はこの周りを編んでいきます。プリポップガーデンとホイップスニュー2本引き揃えた糸で編んでいきます。はい、2本使っていきます。かぎ針は8号に変えます。お花の周り編んでいくときはお花を裏にして編んでいきます。この花びらと花びらの間の鎖編みのスペース、ここに針を入れて糸をまず編みつけます。こういう感じ。はい。で、鎖編み1目編んで立ち上がって、同じ目に細編みを1回編みます。マーカーつけておきますね。細編みの頭にマーカーをつけました。はい。お花は裏側、こっちが表側です。裏を見ながら編んでいきます。次は花びらを飛ばして次の鎖編みのスペースに細編みを2回編みます。その次の鎖編みのスペースに細編みを1回、細編みを1212と順番に編んでいきます。今1回編んだので次のスペースには2回、次は1回、次が2回、1、2、1、2、1、2、はい、これで1周しました。マーカーをつけていた最初の目に引き抜きます。引き抜きをして1周つなげます。こういう感じです。はい、次鎖編み1回で立ち上がったらくるっとひっくり返して今度は反対方向に編んでいきます。
今編んできたこの引き抜き編みの目は無視して、最後の目18目目の細編みの頭に針を入れて細編みを編みます。マーカーをつけておきますね。次の目に細編みを一つの目に一つずつ18目編んでいきます。10目編んだので、あと8目。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、8目編んだら、次、鎖編み1回で立ち上がって、もう一回くるっとひっくり返して、すぐ根元から細編み、新しくこっちのスタートの目に印をつけておきます。で、細編みを18回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17で、このマーカーをつけていたところに18目目が編めました。こうなってほしいので、これでいいかな。はい、18目編んだら、今度はこのこっちのマーカーをつけていた方に引き抜いて円をつなげます。ここに穴が開いている感じになりますね。で、一回鎖編みをして、糸を10センチぐらい残して切って糸を抜きます。はい、表側のカバーができました。今度はこっち側を編んでいきます。はい、次は裏側の円、こっち側を編んでいきます。ホイップスニューとロリポップガーデン2本引き揃えて8号針で編んでいきます。まず輪の作り目をしていきますが、こっちで編んだ時は二重の輪の作り目でやったんですけど、今回は一重でいきます。一重で作る輪の作り目と二重で作る輪の作り目の、違いは、二重で作った方がよりほどけにくくて、輪の中心がしっかり締まる。一重で作るとだんだん緩んできちゃうことがあるので、できれば二重でしてほしいんですけど、今回のこの、糸みたいにこうほわほわしてて
絡みやすい糸とかすぐちぎれちゃうようなモールヤンとかだと強く引っ張れないので、そういう場合に一重で作る輪の作り目で作ったりします。今回は一重でいきます。一回指にくるっと巻いて、輪の中に針を入れて、で糸を引っ張っていきます。糸をかけて、こっちのループ、かぎ針にかかったループの中をくぐって糸を編みつける。で、鎖編み1回で立ち上がって、細編みの6目の輪を作っていきたいので、細編みを編んでいきます。細編み1回編んだので、細編みの頭にマーカーをつけておきますね。はい、あと、5目細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5回、細編みが1、2、3、4、5で最初のマーカーをつけていたところで6個、全部で6個細編みが編めたので、糸端を引っ張って輪を縮めます。一重での輪の作り目はここを引っ張ればいいだけなので楽なんですけど、こういう感じですぐやっぱり戻ってきちゃうんですよね。なので後でしっかり糸始末をしておく必要があります。一重と二重と糸によって使い分けたりするといいかなと思います。はい、縮められたら123456最初の目1目目の細編みの頭に引き抜いて輪を完成させます。次、鎖編み1目で立ち上がってすぐ根元、立ち上がったすぐ根元に細編みを1回編んで印をつけておきます。最初の目に印をつけておきます。もう1回同じ目に細編みを編みます。1目に2つずつ細編みを編んでいきます。はい、次の目に針を入れて細編みを2回編みます。その次の目にも細編みを2回ずつ細編みを編んで1234567891011でマーカーの目で12目編めたので、マーカーを外して今マーカーがついていた目の頭に針を入れて引き抜きます。はい、これで2段目が編めました。次3段目、鎖編み1回で立ち上がってすぐ根元に細編みを1回マーカーをつけておきます。はい、そしたら隣の目に針を入れて細編みを2回編みます。3段目は細編みを1回、次の目に細編みを2回、1212を繰り返して全部で18目にしていきます。1回、2回、1回、2回、1回、2回、
123456789101112131415161718目編めたので、最初の目に針を入れて引き抜いて一周完成。はい、丸が編めました。これが裏側、内側の円になります。そしたら鎖編み1回して糸端を20センチ、30センチぐらい残してカットします。はい、かぎ針から糸を抜いて、で、これなんですけど、こっち編むときも、花びらを裏にして編んだと思うんですけど、このポコポコの糸が裏側の方が可愛いかなと思ったので、わざと裏が表になるようにしています。ちょっとよりポコポコ感が増して、ほわほわした感じがして可愛いんじゃないかなと思ったので、そうしてます。なのでこっちも、こっちが表側。わかるかな？こっちが裏側なんですけど、裏側を表にして使いたいと思います。なのでこの真ん中に出ている糸は反対側に糸始末してしまいますね。はい、この時一重で輪を作ったので、結構この輪が真ん中の輪が広がっていきやすいので、しっかりめに糸始末しておきます。こっちの糸ももう使わないので糸始末しておきますね。はい、余分な糸は糸始末しておきました。この糸端30センチほど残した方の糸端をとじ針に2本とも通して、今度はこれをとじ針で縫い付けていきたいと思います。裏側を表にして、細編みの頭に針を入れて、こっちも細編みの頭に針を入れて、こういう感じで1目ずつ頭同士を拾ってつけていきます。今この部分が通るところはこの辺にありますね。この辺。頭同士を拾って2枚をくっつけて
はい、こういう感じで、これぐらいまだ残っている状態でメジャーを入れてみようかな。ここボタンはこのお花のこっち側に来るように入れようと思います。メジャーをまず入れて、これが出るように入れて、最後残った目を縫い合わせていきます。ちょっと内側に入っちゃうので縫いにくくなるんですけど、頑張って拾って、こういう感じで。はい、一周できました。こういう感じでできたので、あとは残った糸を適当にこう通して、余った糸端も全部入れちゃいますね。こういう感じで、はい、本体が編みくるめられました。これだけでも可愛いと思います。はい、ポンポンの作り方は前に詳しくやっているので、そちらを見ていただくと一番わかりやすいかと思います。今回は簡単に説明していきます。指2本に毛糸を30回ぐらい巻いて指から抜きます。30センチぐらいで切っておきます。こうかけて、こういう感じでバッテンにクロスさせて、ここですね。こういう感じ。かいか。はい。中心に糸を置いて、一回ぐるりして、こうバッテンにして、このバッテンの下から上に糸を通す。これで結びます。ぎゅっと真ん中で結んで、ぎゅっときつめに結んでください。でもう一回結んでおきます。これで結構しっかり結び目ができます。はい、このループになっているところにハサミを入れて、輪っかを切っちゃいます。で、これを丸く整えていきます。はい、こういう感じでポンポンができたら、今度はこれをここにつけていきたいんですけど、このプラスチックの金具、これがいらないので、
通の文房具用のハサミとかで切れるので、ここ切っちゃいます。テープ切らないように、この金具にだけハサミを入れて、切れ込みを入れちゃいます。こういう感じ。で、ここを外します。はい、こういう感じです。で、これ、手離しちゃうと中にシュルシュルシュルって入っていっちゃうので、なんか太い、なんかこういうのでもしておいて、中に入っていかないようにしておいて、で、これをですね、とじ針に片方入れて、こっちから糸を通して、もう片方も今度は反対側からクロスするように入れて、糸をクロスして、で、ここにぐるぐるしていこうかな。何回かぐるぐるして、こっち側から糸を通し、これもぐるぐるして、でしっかり中に入れ込んじゃおうかな。余分な糸を切って、はい、できました。かぎ針ケースとお揃いで置くとかわいいじゃないですか。はい、余った糸でも作れるので、皆さん作ってまた、ご報告いただけるとすごく嬉しいです。動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。